結構しっかりついてますね。十分に使えるのではないかなと。どうもゼピです。今回の動画はセキュアテクノロジーさんの提供で SQ-SW2 というスポット溶接機のレビューをやっていきたいと思います。はい、というわけで早速ですね、開封していきましょうかね。中身はこんな感じでケースが包装されております。カーボン柄のかっこいいケースが標準で付属します。ということで開けていきましょう。はい、ということで内容物はこちらですね。出していきましょう。まず充電用のケーブルで、充電用のアダプター、ニッケルストリップと溶接のペン先ですね。溶接ペン、トリセツとステッカーがついてきます。で、あと本体がこちらです。ご覧の通りですね、僕の携帯 iPhone の12 mini なんですけれども、こんな感じのサイズ感となっております。で、厚みもねこんぐらいということで、 iPhone がこのぐらいなので厚みも全然ねない方なんじゃないかなと。重さもずっしりというわけではなく軽い方になるんじゃないかなと思います。重すぎるとかそういうことはありません。はい、裏というかこちら側には SQ-SW2 とかしっかりとしたねレーザー刻印かな、これで入れられております。で、表側はこんな感じ、インターフェースというか、こんな感じとなっております。で、液晶ですね。全体的にアルミのケースですね。アルミのケースになっております。安っぽさは感じないですね。で、ちなみになんですけども、アダプターは US 仕様と EU 仕様2種類ありますので、日本の場合は US のプラグですねを選ばれると良いのかなと思います。で、トリセツ中国語と英語で書いてあります。英語ではありますけれども、多分大体わかるでしょうという感じですね。機能が書いてあったりしますんでね、使う前にしっかり読んでから使いましょう。というわけで使っていきたいんですけれども、その前に充電をしたいと思います。こちらですね、バッテリー内蔵式のスポット溶接機になりますので、今回はですね満充電から使っていきたいと思いますので、一番最初に充電していきたいと思います。充電ポートはこちらですね。ここになります。 USB の Type-C、 よいしょ、充電中でございます。で、しばらくするとですね充電のマーク消えちゃうんですけれども、エンターを押してあげるとまた復活しますので、充電そろそろ終わったかなっていう確認するときはここを押すと良いのかなと思います。ということでしばらく置いておきます。充電している間にこの溶接ペンの先とかを組み立てておこうかなと思います。組み立てるって言ってもこのチップというか先っちょを刺すだけなんですけれども、準備しておきたいと思います。これは多分刺すだけでいいのかなみたいですね。しっかり。はい、ということでこの溶接ペンの部分というかこんな感じの構造になっておりますので、無限に入っていきますので、いい感じのところでよいしょ止めてあげるという感じですかね。で、このペン先ですね、いいのがすごいしなやか、めちゃくちゃ柔らかくて取り回ししやすい、そんな感じのケーブルとなっております。これで準備 OK かなと思いますので、これの充電が終わるまでしばらく待っておきます。電源を入れていきたいと思います。電源はこちらのエンターのボタンを長押しで、ビープ音とともにセキュアバージョン 2.06 でこんな感じでですね、液晶画面がとても明るいんですけれども表示しております。というわけで使っていこうと思うんですけど、その前にこのメニュー画面をですね軽く説明しておきたいと思います。まず左上からインプット 0.0A となっておりますけれども、こちらはチャージングカレントということで 0A から 3A まで流れるそうなんですけれども、こんな感じで電源を入れた状態で充電ケーブルを挿すとインプットの部分の数値に変化があるのと、あとセルの部分も表示が変わります。で、その次ですね、セルの部分はバッテリーマークなんでわかると思うんですけれども、バッテリーキャパシティということでどのぐらい電池残量があるかというような表示ですね。で、次オート 0.5 セックとなっておりますけれども、こちらはですねオートモードとマニュアルモードがありまして、オートモードで溶接ペンが触れてから何秒後にパチって溶接されるかを表しているということで、デフォルトは1秒なんですけれども、こちら 0.5 秒から3秒まで調整することが可能です。で、その次ですね、パワーの部分ですね。これはパルスタイムの調整ですね。どのぐらいのパルス幅で流すかというような表示になっております。数字が小さければ弱く、大きければ強くなりますので、ニッケルストリップの厚さとかによって調整されると良いのかなと思います。で、その次ですね、ビープオンとなっておりますけど、こちらはですね、さっき電源に出た時にピーピーピーみたいに言いましたけれども、それのオンオフになります。うざいなと思ったら消してもろてっていう感じですかね。
でその次この LCD0 度ですね。こちらは何かと言いますと、液晶の表示を180度ひっくり返すことができますっていう機能ですね。でその次ですね、添付温度ですね。こちらはサーキットボードテンパレチャーということで、この中の基板の温度ですね、これを表しているようです。バッテリー内蔵式ということで、バッテリーの温度があまりにも高くなりすぎると危険ということで、備え付けられているのかなと思います。40度を超えてくるようであれば、バッテリーの保護のために使用をやめた方が良いのではないかなと思いますけれども、どのぐらい溶接すると温度が上がるのかなとかいうのは後でやろうと思います。でその隣にありますウェルドは何回溶接したかを表しております。ここのスイッチをエンターとか押すとこれが切り替わるというような、ちょっと見えにくいと思うんですけれども、こんな感じでね、ポチポチと切り替えることができます。でプラスとマイナスで数値を上げたり下げたりという感じになっております。電源のオフはエンターを長押しです。シャットダウンと出まして電源が切れます。もう一回電源入れてみますね。はい、これがビープ音ですね。設定は記憶されますので、見えてないかもしれないんですけども、設定は記憶されますので、前回の設定のまま使うことができます。というわけで早速使っていきましょう。テストに使用するニッケルストリップは、左から厚さ約 0.1mm のニッケルメッキストリップと厚さ 0.18mm のニッケルメッキストリップ、どんな感じに溶接できるか試していきたいと思います。はい、ということで、0.1mm のニッケルメッキストリップで試していきたいと思います。まずは様子見ということで、このニッケルメッキを折りたたんだ状態でどういう動作するかというのの確認のために、ニッケルメッキストリップ同士で溶接してみたいと思います。いきます。 0.1mm のニッケルメッキストリップ同士を溶接した感じはこんな感じとなっております。じゃあ実際に電池でやっていきたいと思います。 0.1mm のニッケルメッキストリップでパワーが 25mm セック。はい、こんな感じとなっております。月はどうかな。ちょっと弱いかなって思わないこともないですけれども、こんなもんかなと。電池側にストリップの破片というかが残りましたので、ちゃんとついているということでいいんじゃないでしょうか。もうちょっと強くつけたいなっていう気がしないわけじゃないので、30、35やってみたいと思います。0.1mm の 35mm セックがこんな感じとなっております。しっかりとついて滑って、よいしょ。はい、35mm セックぐらいのちょっと強めのパワーで溶接するとかなりいい感じにつきますね。こういう独立したペン先ってハンドリングいいんでいいですよね。自由にね動かせるんで、ショートさせるのは気をつけなきゃいけないですけど、ショートというかオートモードだとこれが接触して1秒後にはパチってなりますので、そこは気をつけた方がいいかなと思います。それが心配な場合はね、フットスイッチを買うと良いのではないかなと思います。次は 0.18mm のニッケルメッキストリップですね。これを電池にセルにつけていきたいと思います。公式だと 0.15 が 35mm セックぐらいで 0.2 が65ということなんで、その中間の50ぐらいでいいかな。 50mm セックぐらいでビビビビって、はい、50ですね。ニッケルメッキストリップ 0.2mm の 50mm セックです。こんな感じですね。いい感じでついてそうですね。もうちょっと強くついてほしいので60ぐらいにしましょうかね。60mm セックで試していきます。この部分特に何も残っていませんのでそのままやっちゃいます。60mm セックで 0.18mm のニッケルメッキストリップですね。こんな感じとなっております。剥がしてみましょう。結構しっかりついてますね。ペンの押し付け方とかによっても多少変わると思うんですけども、こんだけつけばいいんじゃないかなと思います。電池側に残るぐらい強力につきますということで、こんなコンパクトな形状ですけれども十分に使えるのではないかなと思います。
はい、というわけでこの SQ-SW2 のですね使い勝手は分かったんですけれども、バッテリーの持ちがどこら辺まであるのかというのをやってみたいと思います。25回ぐらいですね溶接してみたんですけれども、バッテリーは全然減っておりません。バッテリーの容量がですね1万 mAh あるということで、このニッケルストリップをですねパチ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 いっぱいやりまして、何回ぐらい溶接したらバッテリーが切れちゃうのかっていうのをやっていきたいと思います。というわけで割と持久戦になるんですけれどもね、こちらのニッケルストリップをいっぱい溶接していきます。パワーは35ミリセックですねでやっております。連続してやるとスポット溶接のこのペンがあったかくなってきてますね。一旦休憩しましょうかね。せっかくなんで温度も測りましょうかね。はい、というわけでこの画面になる瞬間を取り逃してしまったんですけれども、バッテリーが切れるとこんな感じの画面になります。で、満充電から250回ぐらいでこの画面になりましたので、パワーにもよりますけれども1本につき2回の溶接でだいたい120本ぐらいは溶接できるということで、そんだけできれば十分なバッテリー容量なのではないかなと思います。はい、というわけで SQ-SW2 のレビューでしたけれどもいかがだったでしょうかということで、前回の SQ-SW1 のレビュー動画の中でもちょろっと話してるんですけれども、バッテリー内蔵式ということでバッテリーの持ちがですねどのぐらいあるか未知数だったんで、ちょっと心配して大きな車用のバッテリーが使える SQ-SW1 を最初のスポット溶接機として選んだんですけれども、その心配は無用だったというか杞憂だったというか、この SQ-SW2 であればかなりの回数1回の充電で溶接できるということで、電動工具のバッテリーの修理とかがメインであればこの SQ-SW2 でも全然 OK というか、こっちの方が全体的な構成がコンパクトなんで他に場所も取らないので、たまにそういう電動工具のバッテリーの修理とかする方にとってはとても良い商品なのではないかなと思います。もうこれが最初の1台でも全然良かったなというか、これが最初の1台が良かったなっていうふうに今思えばですね思うんですけれども、これからバッテリーの溶接、スポット溶接をやりたいという方には非常におすすめな一品となっております。激安のスポット溶接機も多々あるんですけれども、品質的に壊れやすかったりとか、あとそもそも溶接がしっかりできなかったりとか、そういう問題もあるかと思いますので、そういうののリスク回避としてですねこちらの SQ-SW2 選ばれるのも大変良いのではないかなと思います。詳細をもっと知りたい、または購入したいって思う方はですね、ぜひ概要欄の方にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧ください。僕のクーポンコード的なものもありますので、興味のある方はぜひですねクーポンコードを使っていただいて購入していただけると嬉しく思います。というわけでこの SQ-SW2 のレビューでした。この動画がいいと思った方はですねぜひ高評価の方と、あとチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録していただいて、ついでに通知のボタンもですねポチッと押していただけると幸いです。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。また次の動画でもお会いしましょう。それでは